きみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は Apple Watch のおすすめバンドを紹介しようと思います。先日発売されたばかりの Apple Watch シリーズ7を購入しまして、こちらが Apple Watch シリーズ7 GPS モデルの 41mm ミッドナイトアルミニウムケースです。バンドもね、ミッドナイトスポーツバンドっていうのを選びました。この Apple Watch シリーズ7の本体のレビュー動画はすでに開封動画として公開していますが、これと合わせてバンドもね、いろいろ購入しました。Apple Watch はシリーズ7になってケースが 41mm と 45mm からなりまして、それまでの 40mm、44mm から 1mm ずつサイズアップしています。ですがバンドは互換性もありますので、今まで使っていたものがそのまま使えます。 40mm のバンドは 41mm でも使えるし、 44mm のバンドは 45mm でも使えます。なので今回のバンドはシリーズ7の 41mm につけてレビューをしますが、シリーズ6までの 40mm を使っている方にも参考にしていただけます。そんなわけで今日はいろんなねバンドを付け替えて、文字盤もバンドに合わせて変えてみて、あとね Apple Watch はやっぱファッションの一部とも言えると思うので、ちゃんとね服も Apple Watch に合わせて選んでみて、トータルコーディネートしながら紹介してみようと思います。では早速バンドのレビューをしていきましょう。まず1つ目はこちら、今つけているミッドナイトスポーツバンドですね。文字盤は Apple Watch シリーズ7から使える輪郭という文字盤を選んでいます。文字盤の色もねカスタマイズしてオレンジにして、ここのワンポイントとちょっと色をね合わせてみました。差し色を合わせるとねコーディネートもいい感じになるんじゃないかなって思います。はい、こちらがミッドナイトスポーツバンド Apple 純正のものですね。こういった感じの色合いです。少し青みがかったブラックって感じですかね。質感はちょっとサラッとしていてシリコンっぽい感じですけども、これ正確にはシリコンではなくてフローロエラストマーというもので、ちょっとサラッとしていて、で丈夫だし劣化もしにくいし、あんまりね傷もつきにくいっていう素材です。これシリーズ4の時もこちらのブラックですね、同じくスポーツバンドのブラックを使っていたんですが、これね丸3年ほぼ毎日使っていたんですけど、これぐらいの劣化傷で済んでいます。裏側とかはね多少ベルトの跡なんかはついてしまうっていうのはあるんですけども、ご覧のようにね大きく色あせたりもしていないし、目立つ傷っていうのもあんまりついていないです。あとね安いシリコンのバンドみたいなのをね長く使ったりすると劣化してねちょっとベタついてきたりとかってこともあったりするんですけど、この素材は全くそういった劣化なんかもありませんでした。でこのスポーツバンドは Apple Watch のバンドの中でもかなりねスタンダードなバンドだと思うんですけども、サラサラしているのでねつけ心地も非常にいいです。この剣先の部分はこれに今短いのをつけていますけど、これねセットで長いのも一緒についていまして、どちらかを選ぶことができます。僕は手首の周りが17センチなんですけども、短い方を使っています。僕はだいたいこの3つ目の穴のところに留めて使ってるんですけど、これがね結構体型管理の指標になっていたりします。少しむくんでくると3つ目の穴だと結構ねきつくなったりしますし、あとねいい感じにシェイプできてる時とかっていうのはこのね4つ目の穴で留められる時もあります。なのでこのスポーツバンドはね体型維持にも使えますね。はい、こういう風にね取り付けもとても簡単なので、僕はこちらのスポーツバンド、これをね一番よく使ってますかね。いろいろベルトも購入しましたけど、このバンドが今のところね一番好みで使ってます。はい、まず一つ目はこちらのミッドナイトスポーツバンドでした。では次のバンドに付け替えてみましょう。あとそうだ、このバンドの外し方について知らない方もいるということだったので、ちょっとねやってみましょう。めっちゃ簡単です。ここにこういうちっちゃいねボタンみたいなのがあるんですけども、これを爪で押しながら外せばもうこれでね外れます。同じように反対側にもここにボタンがありますので、ここを爪で押しながら外すと、もうこれだけで外れます。はい、それで取り付けですけども、取り付けも非常に簡単で、取り付けはもうここにね溝がありますので、ここにこういう風に滑り込ませてはめ込むだけ。もうこれでカチャッと言ったらもうこれで取り付け完了です。で同じように反対側もここの溝のところに少しこういう風に内側に斜めに倒すような形でスライドさせてあげればもう簡単にカチャッと入ります。はい、これで取り付け完了です。次のバンドも早速取り付け完了していますが、こちらのスターライトスポーツバンドですね。
はい、こちらがスターライトスポーツバンドです。文字盤はね、アーティストというタップするたんびに文字盤が切り替わるものを選んでみました。こちらは先ほどのスポーツバンドの色違いですね。スターライトはね、こんな感じになっています。ちょっとくすんだ白というかね、上品なホワイトですね。清潔感があるので、こういった白シャツとかにもね、非常に合いますね。ケースはミッドナイトアルミニウムを選んでいるので、ちょっとね、色が合うかなと心配でしたが、これはこれでね、ご覧の通りね、いい感じですよね。ミッドナイトアルミニウムケースにスターライトのバンド、結構ね、合うんじゃないかなと思います。で、この文字盤はさっきも言いましたが、こういう風にタップするたんびに絵が変わるので、このケースとスターライトのバンドに合う文字盤をね、こういう風にタップして選んでいくとね、楽しいんじゃないかなと思います。これすごい数の組み合わせが用意されてるらしいので、お気に入りの文字盤をね見つけて、もう一回間違えてタップしてしまったりするとね、もう二度とその文字盤は戻ってこないぐらいのね確率になってしまいそうなんですけども、どの文字盤でもスターライトのスポーツバンドとかこの白シャツとかにはね結構合うんじゃないかなと思います。これ可愛いですよね。はい、こういったね白シャツとか清潔感のある服を着るときにこちらのねスターライトスポーツバンド合うんじゃないかなと思います。はい、2つ目はこちらスターライトのスポーツバンドでした。続いてのバンドはこちらですね。グリーンのレザーリンクです。これもねアップル純正ですね。これかっこいいですよね。このねレザーの質感がすごいいいし、このモコモコした部分もね特徴的で存在感があります。これはこのベルトの部分がマグネットになっていて、このね手首に巻きつけてバンドを重ね合わせればこのね溝に噛み合うようにパチッと止まるので、しっかり手首に巻きついてくれます。もちろん強く振って外れるなんてことはないです。ちなみにこれ一応ねバンドの上下が決まっていて、こっちが短くて、このね短い方の上に長い方を重ね合わせるっていう風にしないと、これが長い方の上に短い方を重ね合わせるとこれはね緩くて外れてしまうので、これはね気をつけてください。短い方の上に長い方を重ね合わせる。これでちゃんと止まってくれます。でこれ裏面はねこういった感じになっていて、この裏面もね非常に肌触りは良くてつけ心地がねとてもいいです。色はねこういう風にグリーンを選びましたが、今回ねいろいろ購入する中でベルトね一つは落ち着いたグリーンにしようと思っていて、いろいろねグリーンのバンドを探してみたんですけど、このねレザーリンクのグリーンはね我ながらナイスチョイスでしたね。すごいかっこいい。かなり気に入ってます。はい、こちらがレザーリンクのグリーンでした。はい、続いてはこちらです。こちらはサードパーティー製ですね。ノマドのモダンストラップブラウンホーインレザーです。ノマドのレザーバンドは結構ね前から人気ですけども、僕はねこちらのブラウンホーインレザーというのを選びました。これもねかっこいいですよね。このレザーの質感がね少しアンティークな感じでかっこいいので、この文字盤も少しクラシカルなカリフォルニアというのを選びました。こういうね上品なブラウンのバンドにはねこういう文字盤合うんじゃないでしょうか。アップルウォッチ自体はデジタルウォッチですが、バンドをねこうしてレザーにしてこういったねアナログっぽい文字盤にすることで、アナログ腕時計のような落ち着いたかっこよさが出ると思います。僕が選んだケースはミッドナイトアルミニウムということで、こういう黒いケースなんですけども、この留め具の部分なんかがねブラックなので色もねちょうど合いますよね。ここがねブラックで統一されるので、全体のね統一感もあってすごいいいんじゃないかなと思います。あとこのベルトのね穴の部分が四角なんですよね。こういったところもねちょっとかっこいいですよね。またねこのホーインレザーもレザーなんでね経年劣化っていうのも楽しめると思うので、これをねしばらく使っていってどんな色になっていくかっていうのもね非常に楽しみです。割としなやかなレザーを使ってるのでつけ心地も非常にいいですし、こういったね少しシャツみたいなのを着た時とかっていうのはホーインレザー、ブラウンのレザーとても合うと思います。これビジネスシーンとかでも全然使えるようなバンドなんじゃないかなと思いますね。かっちりしたファッションにも合いますし、カジュアルなファッションでもねこれ合うんじゃないかなと思います。こちらも非常に気に入っています。はい、このねかっこいいレザーバンド、こちらがノマドのモダンストラップブラウンホーインレザーでした。
はい、続いてはこちらです。バンディのブレーデッドソロループです。色はブラックです。こちらソロループということで一つの輪っかになっていて、でこれをこういう風に腕に通すというものですね。でこのブレーデッドソロループはアップル純正のものだとね1万円ぐらいするんですけども、今回は試しにサードパーティーのものを購入してみました。こちらはバンディというブランドのもので Amazon でね2000円ぐらいで買えました。見た目もそんなね純正のものと大きく変わんないような感じがするので、これでね十分なんじゃないかなと思ってしばらくねこちら使ってみているんですけども、付け心地もね非常にいいですね。こうね伸縮するメッシュ製のバンドになっていて、こんな感じでね伸びます。なのでこうね隙間ができないようにサイズ選びが非常に大事なんですけども、僕はね手首の周りが約17センチありますので、このねバンディのものだと M サイズというのを選びました。つけた感じはねこんな感じです。隙間もそんなないですし、ちょうどいいフィット感なんじゃないかなと思います。あとね締め付けすぎるって感じもないので、あんまり手首が締まって窮屈って感じもしないです。素材はシリコン糸を織り込んだポリエステルということで結構柔らかい素材なので、こうメッシュだけどねチクチクしたりもしません。付け心地結構いいです。こちらねサードパーティーということなんで耐久性の部分がねちょっと心配だったりはするんですけども、まだ使って数日なのでこう劣化は目立ちませんが、伸縮するタイプっていうのと、あとねメッシュなので毛玉なんかがね今後ねできないかなってねちょっと心配もあるんですけど、今のところはね綺麗に使えています。でも2000円でこの付け心地はねなかなかいいんじゃないでしょうか。はい、ブレーデッドソロループ1万円でね手が出ないっていう方はねこちらもおすすめです。僕はね気に入ってこちら使ってます。今回ねこれに合わせてブラックのねユニクロ U のニットと文字盤はモジュラーデュオというのを設定しています。モジュラーデュオもシリーズ7から使えるようになった文字盤です。はい、今回購入したバンド、最後はこちらのバンディのブレーデッドソロループでした。はい、以上です。皆さん気になったバンドはありましたでしょうか？紹介したバンドは概要欄にリンクも貼っておきますので、気になるバンドがあった方はぜひねチェックしてみてください。あとそうだ、僕ね金属アレルギーなので今回ねミラネーゼループとかそういうねチェーン系のものとか選べなかったんですけども、 Apple Watch にはそういったねおしゃれな金属系のバンドなんかもいろいろ用意されているので、金属製以外にもたくさんありますので、ご自身に合うバンドを探してみてください。またね今日僕が紹介した以外にも皆さんのおすすめの Apple Watch のバンドなんかあればねぜひコメントで教えてください。ちょっとね前回の Apple Watch シリーズ4の時はねブラックのバンドを3年間使い続けてバンドを取り替えるってことは一切しなかったんですけど、こんだけバンドで印象変わるんだなってのがやっと今更分かったので、ちょっと今までねもったいない時間を過ごしていたなと思いました。皆さんも Apple Watch の魅力を最大限に引き出すためにもですね、バンドもねいろいろ選んでみてはいかがでしょうか。はい、今日はそういったわけで Apple Watch のおすすめのバンドを紹介しました。このチャンネルでは Apple Watch など Apple 製品のレビューもお届けしていますので、よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。もしこの動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。